どうもこんにちは、チームシーク中村です。今回はキャタライズさん、一輝さんの、車両の紹介ということでよろしくお願いします。お願いします。キャタライズの一輝と申します。チャンネルの方ではですね、キャンプだったり車中泊だったりいろいろなことを中途半端にやっております。広く浅く中途半端にがモットーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。普段は3人で活動されてる。最近はちょっと少ないですけどね。はい。本来は3人います。まあ今4人もいるんかな。あ、なるほどですね。ちょっとこんなんが今。ともちゃんが。そうなんですよ。まあただなかなか集まれないので、いつも一人なんですけど。じゃあ早速車両ですね。はい。こちらはベース車は何でしょう。ホンダのフリードスパイク、はい、GB3 という方ですね。人気車種ですね。もうでもだいぶ型落ちという、だいぶというか1世代前なんですけど、年式自体は13年前かなちょうど。で、フリード、前身でストリームという車があったんですけど、それの次にこの車が出てきて、ストリームよりちょっと居住スペースがちょっと広がったややワゴンタイプの3列シートが出たんですけど、それの2列シートのアウトドア版みたいな。はい。外観はいじってるところは特になく。そうですね。ミラーのメッキのカバーをペチャッと貼ったのと。これ純正っていうか。これいや純正ではないですね。オプションでもないですね。なんか多分安い安価なパーツやと思うんですけど。でこのドアノブもなんかもう貼るやつみたいな。ここも変えてるんですね。貼ってるだけですね、上から。だから全部真っ黒やったんですよ最初。なんかちょっとくらいなんかあった方がいいなっていうところで。わかりました。じゃあこれで普段車中泊されて。そうですね。っていう感じで。はい。でソーラーパネルが。はい。これは最近やっとつけたんですけど、110ワットのフレキシブルでない方のこの硬い枠の入った方で、普通にキャリアの方にボルトナットで固定して取り付けてます。配線はトランク側から引き入れてるんですけど、配線はここから引き込んで。はい。トランク開け閉めしてもここに抵抗がかかってないんで、特に断線するようなことはないとは思うんですけど、あんまりでも綺麗ではないですけどね。ブサイクというか。これ伸びて。はい。充電はどこで充電されてるんですか。これが後ろから入って、室内にポータブル電源があるんで、そのポタ電にだけ給電してるんですけど。車内に。もう行く？車内。車内行きましょうか。こんだけですけどね。アルファードよりは狭いから。今もう充電終わったんですけど、今さっき80ワットくらいは充電してましたね。80いきますか。はい、かなり晴天で環境が良ければ、80ワットぐらいはいきますね。でこっちからの出入りは基本してないんですよ。向こう助手席側から乗り降りしてるんですけど、こっちはもうちょっと荷物が多い日もあります。わかりました。ここは寝床で。はい、暑いんで、扇風機置いたり、あと調理器具があって、後ろは冷蔵庫、冷凍庫ですね。冷蔵冷凍庫かな。はい。もう氷がやっぱいる。暑い。すごいもん昨日。今もすごいけど。ほんま熱中症死ぬからね、車中泊でみんな。ただなんかいろいろしないと。でこの布団暑いんで、極めて冷たいって書いて極冷のシートをつけて、言うほど冷たくないんですけど、枕の上にあれはほどほどに冷たいやつ貼って対応してみたんですけど、そんなに涼しくないみたいな。なんだこれみたいな。もう暑いものね。ちょっと中どのように過ごされてるか。寝るの俺。お願いします。中村さん寝たらいいんじゃない？寝るの俺。よし、じゃあこっち側からね入りますんで、そっちそこ開けときます。いつもだいたい入る時ですね、僕ちょっとかっこよく入りたいんでね、まずここに手かけるんですね。こうしてこういってかなり無理したみたいな感じで。本当ですか。ちょっと痛い。
体の節々が痛い。ちょっと無理したな。はい。まあいつもはもうちょっと静かに入るんですけど、今日はちょっと大げさに入りましたけどね。痛い。これは足伸ばして寝れる。はい、そうか、そういうところ大事だな。俺の突入シーンじゃないね。突入シーンはもう不要でしたね。はい。まあちょっとこれ気布団邪魔なんですけど。はい。暑いぞ今日。全然。いけますね。もう余裕っすよ。はい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 。足とそう頭。多少こんな感じで動くと。はいでもはい。寝返りももう暑い時はもうこんな感じですね。もうバテてます。っていう感じで寝てますね。はい。はい。調理器具がこちらに。はい。調味料があって、はいガス管があって、まあ普段はこれ家持って帰るんですけど、暑い。いと危ないんでね。はこれこの間ケンキャンさんのイベントでいただいてキングキャンプさんのクッカーセット。フライパンとかがここにあって、こっちにミニコンロですね。なるほど。はい。で、まあ冷蔵庫があって。この上の棚にはなんかティッシュだったり、まあ、軽いものを中心に置いてるんですけど、まあ、滑り止め引いてるんで、もうこのまんま大阪から愛知まで走ってきました。落ちることはないです。ガタガタもしないんですか？まあ多少ガタガタはしますけど、まあ重いものを乗せるとでもガタガタするんで、まああんまり重いものは乗せずに、まあ、軽いものを中心に、まあ着替えだったりこういうウェットティッシュだったり、まあティッシュだったり。まあこれも今空なんで、全然落ちることないので。なるほど。はい。でここに網を乗せて、まあここにはタオルだったり衣類だったり、あとこの、まあ今使ってないんですけどね、ウィンドウのこのシェードか。まあこれもあんま使ってないかな。これなんか人が撮影したいっていう時こうやって置くみたいな。なるほどなるほど。ほんのり雰囲気出るみたいな。普段はもう直すみたいな。はい。車内で調理とかもされるんですか？たまにですね。で基本的にあんましないですね。はい。で火はあんまりガスコンロあるんですけど、極力使ってないですね。キャンプの時に使うみたいな外ではい。だから場所はちょっと限られるんですけど、でちょっと見えてないんですけど、ここの辺の半分から後ろ、床下収納があるんですよ。そうなんですか。そこに電気調理器とかも入ってるんで、一応このポタ電で、まあいわゆるちょこっと家電とかを使ってちょっとした加熱調理はできます。これは、いくつですか？ブルーティーの EB40 だったかな。400、4000なんとかアワーみたいな単位がちょっとわからん。だからまあ400ワットが10時間動きますせぐらいの。はい。だ400ワットって言ったら、いやそれは定格で出す出力かな。そうですそうです。でも瞬間的に500くらい動きました。なるほど。そうだからあくまで定格で300で、多分瞬間的なもんでいうと400何本までは、その電磁調理器とかのスイッチオンの瞬間とかはなんとか耐えれるかなっていう。まあ暑くないもんすごない今日。はい。であとこっちに、歯磨きとかなんかこうそういうもの、そうです、ひげ剃りとか、でここにヘッドライト、だし、あとなんか電池とか、これ本来机なんでしょうけどね、まあここに棚作ってるんでこれは基本使ってないんですけど、寝てる時にベッて携帯置いてあるとか、まあ小物は置いてます。でなぜかチャージコントローラーがまあ使ってないですけどね。あります。線つないだだけみたいな。あとこれ純正でこれ装備があるんですけど、このライトあるんですよ。これ動くんですよね。読書灯みたいな感じで使うことができます。これ地味に便利だね。はい。まあ LED じゃないんであんま使ってないんですけどね。熱いんですよこれ。なるほど。はい。なので手元のライトはこの作業灯使ってますね。これつり下げてある作業灯で手元のライトにしてます。で充電式なんで、まあこっちから USB で通して、でこれ角度も変えれるんで。これ便利だな。はい。これ本来はこう手持ちでね、車のエンジンルームとか見て作業する時用のやつなんで、
これはキャンプギアとかじゃなくアストロプロダクツさんで売ってます、今もあるかちょっと分かんないですけど、はい、これで最高何泊されたことが7泊ぐらいはしましたね。あ、7泊。はい、今年の年末から正月にかけて、三が日くらいはいたんかな。鮎の里矢田川さんにいましたね。はいはいはい。あ、鮎の里矢田川で。はい、年末年始を今年は去年の末から今年にかけて過ごさせていただきました。でも7泊でも寝返り打てるから楽だよね。そう、冬はいいんだよ。ね、冬はもうモコモコのモコモコにしてね、モコモコにして寝るんですけど、今矢田川行ったら死ぬよ。暑くて死にます。そうですね。うん、ただ矢田川行った時は電源を引く RV パークがあるんで、そこでなんかみんな何あれクーラー、スポットクーラーなりなんなり乗っけて、それで寝た方がいい。死ぬから本当に。普段っていうか夏はクーラーを持ち込みですか？ポータブル。一応はい今日積んでないんですけど、コロナ社製のポータブルじゃねえな、ほんま自宅とかで使うようなんですけど、まあミニクーラーがあるんですけど、まあ忘れました。今回忘れました。はい。動作確認したのにうっかり置いてきた。もうちょっとバタバタした中で出発したもんで、ダメですね。落ち着かないとね。で、キャタライズさんといえばこの調味料ボックスが。あ、そうなの？もうちょっと中村さん家でね、もうひっくり返して使ったから今ちょっと蓋開いてるんですけど、まあスパイス、油、なんやかんや蜂蜜とかなんやかんや積んでます。はい。ありました。はい。まあ後ろに関してはまあこんなもんですかね。車中泊のこの仕様でのこだわりポイントってありますか？いや、まあないかな。ないかな。唯一こだわってるって言ったら、車中泊にこだわってるというより、もう通常の状態にすぐ戻せるっていうところは維持してます。はい、これ布団このまま畳んで、その辺のごちゃごちゃのものをちょっと引っ込めたらもう椅子上がってくるんで、もう普通に5名乗車に戻せます。はい、この棚はもうそのままです。はい。じゃあ通常使いと車中泊したいときは車中泊に戻せるしっていうことで。そうです。基本はでもこの携帯ですね。はい。家族乗っけたり何か人を乗せないといけない時だけ後ろを乗車状況にして、でもその時はもう荷物を単純に後ろにやるだけなんで、椅子のお尻この辺なんですよ。だから布団畳んでもこの辺のは布団とほんでここに並べて、で冷蔵庫の上にも多少物を置けるんで、ポータブル電源は同じように後ろかまあこちらの足元か、それで後ろは十分その3人が乗ることができるんで、じゃあちょっと中村さんがね非常に興奮していらしたアイテム、これちょっと一回エンジンかけるんですけど、お願いします。エンジンつけましてですね、ここに右の斜め後方が映ってるカメラの映像と、向こうが左の、斜め後方が映ってるカメラの映像ですね。でバックモニターがこれでフロントと後ろの、ドライブレコーダーにもなってるんで、後ろはもうこのカメラのおかげで後ろ塞ぎっぱなしなんで、開けることは基本ないです。なるほどですね。はい。でこれは何でしたっけ？ OBS から撮って。OBD2 の接続から車両情報を読み取ってるレーダー探知機ですね。何これ黒くなった。レーダー探知機。レーダー探知機です。ユピテルかな。メーカーが。はい。かっこいいねこれ。まあもう結構古いですこれ。そうですか。もっと今新しいのも出てるんで。まあここに燃費だの。車の水温、油温、油圧、燃料噴射量とかいろいろ出るんで、車の車両の健康状態がよくわかるみたいな、人間の健康診断の数値の表あるじゃないですか、あれのようなものが見れるみたいな。はい。で、12ボルトが取れる。もう取りまくれる。あんなに取るとね、一個一個がね弱くなるんでおすすめしません。そうです。そう、一個一個。基本的にメインバッテリーですもんね。そうです。分けりゃいいってもんじゃないですね。ちょっと反省しております。はい。
わかりました。はい、あとはもうそんなもんかな。あとまあカメラはここにあります。これがその今のカメラですね。ここから引き込んでる。あ、この配線やりやすそうな配線ですよね。そう、これちょっとね剥がれてきちゃったんですけど、はいもっとこう奥に入ってたんですよ。あで、はい、きしめんみたいな薄っぺらい配線なんで、隙間をこう通しやすい。そうですね。だからこのメーカーエビガンエビの目って書いてエビガンなんですけど、は国産ではないんですが、まあ、よくできてて、まあ、滋賀1個から電源取るのみでもう全部使えます。い。へえ、はいすごい。だからモニターとかもこうやってごちゃごちゃ置いてるんですけど、え設置の配線の処理とかそういった作業が本当に最小限になってるものですね。わかりました。じゃあ最後に。一輝さんにとって1たす1の意味は？ちょっともうか車中泊関係ないのぶっ込んできたなと思って。では最後に、一輝さんにとって1たす1の意味は？まあ出た答えにさらに足していけばいいかなと思います。はい、ということでした。ありがとうございます。